いつもないんで、今日はデパコスのグリーンベースとドラッグストアのグリーンベースを比較してみたんですけど、今も両方半々違うのでやってるんですけど、わかりますか？あとここにちょっと今ファンデーションついてるんですけど、ちょっと無視してください。今回比較してみるのは高原堂のメイクアップカラーベースの緑色とメディアカネボウから出てるメイクアップベース S の緑グリーンです。この間モネのニキビの隠し方の動画を出した時にいろんなグリーンベースも比較してみてくださいっていうリクエストがあったので、今日はこの2つを比較してみました。最初につけてみてから4時間後の持ちはどうなのかもチェックするので、よかったら最後まで見てみてください。では動画スタートです。はい、じゃあこの2つの違いをもっとよく知るためにウェブサイトを見てみたいと思います。まずは高原堂のウェブサイトから見ていきたいと思うんですけど、これは緑の他にホワイトとピンクとイエローがあるみたいです。緑の方は色ムラを補正しクリアで澄んだ肌印象へっていう説明です。これを何をしてくれるかっていうと、一塗りで肌色と肌質感を補正し、ファンデーションのフィット力を高める化粧下地。くすみ、色ムラ、毛穴などの肌悩みを自然にカバーしながら肌色を統一に整えるクリームタイプの化粧下地です。ストレッチゲルがストレッチゲルジェルじゃなくてゲル、肌とファンデーションを一体化させ素肌感のある美しい仕上がりをサポート。同時に毛穴落ちしわ割れ皮脂のにじみを長時間防ぎます。乾燥から肌を守るスキンケア成分を配合。 SPF16PA++いろいろやってくれるベースってことですね。でこれは 25g 入ってて4320円です。高いんですよね。たださっきなんでって言ったかっていうと、乾燥から肌を守るスキンケア成分を配合って書いてあるんですけど、もうねこれ結構使ってるんですけど乾燥するんですよ。ニキビ隠す動画でも言ったように乾燥するからポーレンド状のモイスチャーのと混ぜてるんですけど、これ保湿って書いてある。あれおかしいおかしいって感じですね。あと毛穴も書いてあるけどそんなに隠れないと思うんです。だからいつもは毛穴用のプライマーを使ってます。だから色ムラはもちろん補正してくれます。赤みは消してくれるのは知ってるんですけど、保湿とちょっと毛穴はちょっと納得っていうかよくわかんないですけど、じゃあもう一個の方を見てみたいと思います。大人の開いた毛穴もカバー、化粧のり持ちアップくすみ補正下地。これは SPF27 入ってます。ちょっとこっちの方が多いですね。グリーンは赤みをカバーして透明感アップ、澄んだ明るい肌に仕上げる。すごいこれ似てません？高原堂の説明とすごい似てますね。でこのグリーンの他にももう一個あって、それはオレンジみたいです。でこれは何をしてくれるかっていうと、毛穴を目立たなくさせる毛穴カバー効果。こっちのケースか箱の方にはミネラルパウダー配合、崩れを防ぐフィットパウダー配合。だからさっきもこれ書いてありましたね。だから結構すごい似てるますね。ただ違うのが値段ですね。値段はこれは750円で 30g 入ってます。だからこっちの方が量多いけど全然安い。超安いです。じゃあ早速両方とも使ってみたいと思います。出した感じのテクスチャー的には両方ともあんまり変わんないです。こうやってやっても落ちないので変わんないです。ただ色的には高原堂の方は少し青みがある緑で、こっちのカネボウのメディアの方はザ緑です。本当に緑です。早速まずは高原堂の方を使ってみたいと思います。高原堂がこっちで、これは伸びもすごくいいわけじゃないんですよ。高原堂の方はいつも使ってて思うのはすごいなんだろう、ねとって感じ。しっとりは しないんですよ。別に乾燥して感じるのでいつも肌素質してくれるの入ってるんだ。全然知らなかった。全体的にのせたいと思います。で少し今見てみてわかると思うんですけど、少しこれはトーンアップされてるかなって思います。白い感じ。じゃあこっちも塗ってみたいと思います。テクスチャー的には本当に変わらないです。こっちもなんかしっとりとかなんかねとっていう感じ。伸びがよくはないですけど別に気になるほどでもない。ただこっちはそんなに白くならないです。こっちほど。ほらこっちの方がすごい緑なんです。今同じ量ぐらい出してたんですけど、両方とも同じように塗れました。どっちかがすごい足りないとかでもなく。
毛穴を両方とも見てみましょうか。特にこう毛穴をカバーしてくれてる。強いて言うならやっぱこっちのメディアの金棒の方がカバーされてるかなって思います。はい、じゃあファンデーションをつけてみたいと思います。つけるファンデーションは Makeup Forever の Ultra HD Stick ファンデーションです。いきます。カバー力とかに差がないように3スワイプにしました。伸ばしていきたいと思います。でも今のところはそんな違いが見えないので、その出した時には色味に少し違いがあったんですけど、肌に塗ってみるとそんなに、少しこっちの高原度の方がトーンアップされるかなっていう感じですけど、モネはそんなトーンアップにを求めてないので、どっちかっていうと逆にしてほしくないぐらいなので、今伸ばしてみてるんですけど、高原度の方は、もちろん赤みは少し見えてるんですけど、1レイヤーだけなんですけど、今塗ったのそんなにコンシーラー使えばもういけるぐらいだと思うんですけど、こっちの、カネボメディアの方はまだまだ全然見えてて、あと少し乾燥でこうニキビを掴んじゃってる感じがあります。塗った感じはどっちかっていうと高原度の方が乾燥するんですけど、見た感じだとこっちのカネボメディアの方が乾燥してるように見えます、肌が。じゃあちょっともう1レイヤー塗ってみたいと思います。こんな感じで両方とも2スワイプしました。やっぱりこっちほら見えますかね、乾燥。ほらここだけニキビだけなんか隠れないんですけど、 Excuse me、 ニキビ隠すために緑買ってるんですけど、全然やっぱ高原の方がすごく綺麗に隠れます。もちろんいつもポレノジョーノと混ぜてるので少し乾燥してる感じが見えちゃうので、普通だったらポレノジョーノと混ぜる、もうポレノじゃなくてもいいんですけど、モイスチャー何か保湿プライマーみたいなのと混ぜると思うんですけど、ちょっとブレンディングしても全然こっちが何もならない。全然汚いなんでしょう、すごい乾燥してる感じ見えるかな。見えてますよこれ。全然隠れないですけど、 Excuse me? What the heck? 全体的にムラになってるのはやっぱこっちの方ですね。じゃあちょっとコンシーラーとパウダーをして戻ってきます。はい、コンシーラーとパウダーをしてきたんですけど、使ったのはキャンメイクの Color Mixing Concealer とルナソルの、Sheer Light Loose Foundation で、あと Makeup Forever の Mist and Fix ちょっとシュシュシュってした感じです。それでシュシュシュってしたにもかかわらず、やっぱりカネボウの方は見えるかな、こう乾燥してるんですね。なんか掴んじゃってる感じ、ニキビに。でもこっちはそんなちょっと掴んでるかなって感じですけど、そんなにひどくはないです。全部塗ってみて、こっちが高原堂で、こっちがメディアカネボウの方です。今が6時15分なので遅っ4時ぐらいに、4時じゃねえ、10時ぐらいにまたチェックインしたいと思います。はい、今が10時38分なので4時間15分ぐらい経ってます。両サイドとも結構ひどいですまずこっちが高原堂で、こっちがカネボウメディアの方です。両方とも見てお分かりだと思うんですけど、乾燥がすごいです。ただやっぱりこっちの方が目立つかなって感じです。はい、今日はこんな感じで、高原堂のメイクアップカラーベースとカネボウメディアのメイクアップベース S の緑、両方とも緑を比べてみたんですけど、コモネは高原堂の方が好きです。やっぱ両方とも乾燥して、なんでカラーコントロールって乾燥するのかちょっとよくわかんないんですけど、乾燥するので結構気を使わなきゃいけないと思うんですけど、化粧する前のスキンケアとか、なんかスポンジでこうやってやるとか、そういうのは気使わなきゃいけないと思うんですけど、両方とも。でも強いて言うなら高原堂の方がまだ綺麗だなって思います。なのでまとめると、高原堂のいいところは、赤みをカバーしてくれることと、乾燥がまだそんなにひどくない。1日経ってもムラがそこまでひどくない。まあひどいですけど、でも悪いとこは高いとこですね。カネボウメディアの方は
のいいところは安いことで、悪いところは赤みをそんなに緑ベースの割には隠してくれないのと、あとすごいこうやって乾燥してニキビをこう掴むからより目立つようにしちゃうっていうところです。ではまたぜひリクエストがあったら、何かこのベースも試してみてくださいみたいなのあったら教えてください。では I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in the next video. Bye bye!